どうも、ペオさんです。今回は、暗黒騎士で死者の宮殿を踏破できたので、その報告動画となります。なぜ、暗黒騎士で挑戦をしたか、なのですが、日頃から遊びに来てくれる方々から、暗黒騎士が強いと勧められました。暗黒騎士のジョブを取得していませんでしたが、触ってみた感触としては、貴公子と肩を並べるぐらい、適正ジョブなのではでした。ということで、暗黒騎士だとこんなことができる、といったところを紹介します。ゾネさんまでやってきました。まずこいつを倒せるようになってから、攻略を始めるので、土器は結構使いながら来ています。メテオモード以外の情報は何も頭に入れていなかったので、とりあえず、自己強化のみで戦ってみることにしました。食事効果は、最初からオフにして戦っています。道中の敵ですが、アンズー以外の敵は未強化で倒すことができ、アンズーだけは、リビングデッドを使用してなんとか勝つことができました。防御強化がかかっている状態で戦ってはいないですが、使えばリビングデッドを使わなくても勝てそうな感じでした。さて、暗黒騎士のすごいところなんですが、これには、とても驚かされました。それは、残り 20% までカットしましたが、なんと防御強化を使っていません。戦士で防御強化を使っていたか覚えていませんが、防御なしで倒せそうなのは衝撃的でした。防御強化を温存したり、道中で代わりに使って安全に倒すなりと、選択肢が作れるのは、暗黒騎士の強みですね。さて、タンクでの討伐経験がまだなく、しかも暗黒騎士は初挑戦です。やられても、リトライする時間はありますが、果たして、さて、ここから、ソウルイーター、ソルトアース、ハードスラッシュ剣、サイフォンストライク、ブラッドウェポン剣、ソウルイーター、ハードスラッシュ、サイフォンストライク、スパポ、飛躍、ソウルイーター、ハードスラッシュ、サイフォンストライク、ソウルイーター、ハードスラッシュ、サイフォンストライク、リビングデッド、ソウルイーター、カーブ&スピット、ハードスラッシュ剣、飛躍、サイフォンストライク剣、ソウルイーター、ハードスラッシュ剣、サイフォンストライク、ソウルイーター暗黒剣、オートアタック、でフィニッシュです。使えてないスキルはありますが、必死だったので仕方ないですね。逆に考えると、それでもクリアできてしまう暗黒騎士。これは、すごい。さて、ゾネさんも倒したのであとは敵の情報収集のみとなりました。当初の目的は達成できたので、調子に乗ってクローラーと戦闘を始めます。アイテム使えないけど、自己防御かかってるし、危なくなったら、リビで使えばいけるっしょ。ポイズンを吐くのか、これは、長期戦は不利になるな。タンクといえども、さすがはクローラーなかなかやりおる。さすがにこのままだと負けそうか。でも、私にはまだ奥の手がある。はい、リビで発動。あとは、ヒットポイントを回復したら形勢逆転ってね。あれ ?GCD 回るの遅くない？え？スロー、それは聞いてない、というか見てなかった。でも、あと1回殴れば、生き残れる。一気にきつくなりました。魔法効果解除が残り1つなので、使いたくない状況なのにこれはまずい。箱から無理やりにでも、魔法やっほ。お前じゃねー。未強化でミミック相手にアイテムなしで勝てるわけもないので、魔法効果解除をしよう。皆さんは、こんなことにならないよう、慎重に行動しましょう。茶番は一旦置いておいて、ここからは本題に戻してこの階層の凶悪モンスターと戦ってみました。まずはクレイクロー。ポイントは、テールスクリューにスタンを合わせるだけです。一発目の串刺しを確認してから、スタンの準備をします。発動までおそらく3秒ぐらいかかるので、成功しやすいかと思います。自信がなかったら、直前にアムレンを使いスローを付与させましょう。スタンのリキャストが戻るタイミングでテールスクリューを使ってくるので、再度スタンをお見舞いしましょう。ちょっと暗黒騎士を見直した人、いるんじゃないですかね。先ほどやられたクローラー。スローを食らったのを確認してから、防御バフを使うことで、
6のドットダメージを軽減することができます。スローのせいで戦闘時間は長引きますが、飛躍もあれば問題なく倒せます。ただ、クローラーは聴覚感知なので、歩行モードで移動すれば戦闘回避できます。倍速でも長すぎるので、さっさとカットして倒します。リベンジ成功。フラットドラゴン、ご存知死者の宮殿の最強モンスターです。こちらは、自己防御ありで挑戦してみました。直前に同モンスターを倒していますが、リキャストで使えないスキルもあるので、こちらを採用。シートオブアイスを最初に使ってくることが多いですが、今回は範囲攻撃使用後に使ってきました。防御バフの効果時間が15秒と長いため、戦闘開始後一呼吸置いてから防御バフを使うといいですね。防御バフを使わずにアイスを受けても、飛躍で相殺が可能なダメージ量です。もはや、191階層から出現するドラゴンと何ら変わらないくらいの敵になった感じです。これからは、暗黒騎士で踏破がメジャーになるのかも。危なげなく討伐完了。暗黒騎士、すごい。すごくない？サンドボーム、自己防御ありです。防御強化がなくても勝てるんですが、見ていただきたいのはこっち。サンドボームは一定時間経過すると、引き寄せからの地震がやってきますが、直前にシャドウボールを使い、地震をあえて顔面受けしてみます。引き寄せは、戦闘中のサンドボームが3回目のサンドピラーを使用後に使ってきます。ちなみに、反射神経に自信のある方は大流差を見てから詠唱中断。自信がない方は、引き寄せを食らったのを確認してからスタンさせると自信を回避可能です。さて、どれぐらいダメージを食らうでしょうか？クリティカルで5000ほどのダメージでした。オートアタックも入るのでもう少し体力は削られますが、顔面受けできるのは魅力的ですね。これはもう暗黒騎士一人でいいんじゃないかな。最後に、ゴッドファザーボム戦で起こったことを紹介します。ゾネさんと同じように、防御強化なしで倒せるか様子見をしていきます。ダメージ2000ぐらいなら、なんとかなるんじゃないかな？ボム処理は、さすがに時間が微妙だな。そうだ、範囲焼きをしよう。ボスを巻き込んでサキュバスを撃つと効果的なのを見たので真似をしてみます。この調子で青ボムを倒されました。はぁ。これは、勝てないと思い防御時終わります。このグダグダっぷりは、ここで終わることはありませんでした。あれ？青ボムが見当たらない。どこ？え？こんなところに？ここに湧くなんて、知らないんですが。反応に遅れて、青ボムの処理が遅れます。あ、これは、倒せそうにない。離れないと。リレイズは割っていません。これは、試合終了か。動け。動け。動いてよ。殴られながらも、間一髪で生き残りました。青ボムと赤ボムは固定で湧くものだと思っていたので、完全にパニック状態です。見返して分かったのですが、2回目に出現した最初の青ボムは、普通に戦った場合、最初に赤ボムが湧く場所でした。つまり、一つずれて湧くようになったということです。ボムが湧く位置を図にしている人がいますが、ボムの色で湧く場所を表現していたため、私も同じように記憶をしていました。今赤ボムが湧いた場所が、本来だと2回目の青ボムが湧く場所、ということですね。これから挑戦される方は、そんなことを覚える必要はありません。やられなければ、関係ないですからね。戦闘が長いので、ところどころカットしていきます。こちらは、2回目の青ボムが湧いた場面。さっきよりは削れていますが、倒しきれませんでした。懲りることなく、サキュバスでボスと青ボムを同時に倒しに行きます。これは、先ほどの二の舞か。今度は、間一髪で討伐に成功。青ボムの爆発は、割合ダメージみたいで、サキュバスの引き打ちが失敗していたら、ゲームオーバーでした。赤ボムの湧く位置がわからないので、ボスを中央に誘導してからボムが湧く場所を把握。ボムを動かして、ボスに当てていました。サキュバスを使い切ってからは、青ボムを早く倒すために MP を温存して、湧いたら暗黒剣を叩き込んでいたので、青ボムは安定して倒せるようになりました。さて、暗黒騎士でボスを8分以内で倒せるかどうかですが、これは難しいかなと思います。
191回走以降は、未強化で倒せる敵もいましたが、やはり防御強化を一つは確保したいところです。防御バフなどを使って、防御強化の使用を遅らせることで一つで済ませたい気持ちはありますが、やられたら本末転倒なので、189で防御強化の効果を残しながら、190で使うのがいいかなと思ったりします。ということで、若干の課題は残しましたが、今回は、暗黒騎士が貴公子と肩を並べるぐらい死者の宮殿の踏破に適したジョブになったのではということを紹介しました。この動画が面白かった、ためになった方は高評価、よろしくお願いします。ついでに、チャンネル登録もよろしくお願いします。さて、次回のお話は、魔法効果解除例の状態で、果たしてクリアできたのか？暗黒騎士にも意外なデメリットがあった。ウォーキングデッドならぬスプリンティングデッドの3点です。それでは、次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。またね。